はいどうも B 賞です。まず今この動画を見てくれている方たちのおかげさまで、このチャンネルの登録者数が1000人を突破しました。チャンネル登録していただいている方もしていないけど見ているというような方もね、本当にありがとうございます。今ホットトイズで予約しているものも溜まってきていて、今後レビュー動画とかも増えると思いますし、現在進行形でカスタムしているホットトイズとかもあるので、今後の動画もね、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。今後さらにいろいろなことにチャレンジして見てくれている方にも楽しんでもらえるような動画作り頑張っていくので、引き続きよろしくお願いします。でまだチャンネル登録していないというような方はね、ぜひこの機会にチャンネル登録してくれればと思います。ということで今日はホットトイズのサマーショーケースフェーズ2で発表された新作ホットトイズノーウェイ本版のトビー・マグワイア版スパイダーマンとサンドマンのジオラマ題材についてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールに興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。今回ホットトイズのサマーショーケースフェーズ2のラインナップを最初に紹介していくんですけど、今回はフェーズ1に続いてなんと5体の新作が発表されました。ラインナップは今回この動画で紹介するトビー版スパイダーマンとサンドマンのジオラマ台座がセットになったもの、そしてドラマオビワン・ケノービからはダース・ベイダー、ラブ&サンダーからはジェーン版のマイティー・ソー、アイアンマンマーク3大キャスト製のリメイクホットトイズ、そしてロボコップが発表されました。フェーズ1で発表されたラインナップについても過去動画で投稿しているので、よかったらそちらもご覧ください。で、今回発表されたフェーズ2もかなり盛りだくさんの内容ではあったんですけど、今回の動画ではトビー版スパイダーマンとサンドマンのジオラマ題材について詳しく話していきます。その他のフィギュアについても他の動画で今後紹介する予定なので、チャンネル登録と通知オンにしてもらえると嬉しいです。はい、それではトビー版スパイダーマンについてなんですけど、このフィギュアについては以前からプレリリースも出てましたし、今回のサンディエゴコミコンやホットトイズのサマーショーケースといったイベントですでに公開されていたので、楽しみにはしていたんですけど、SNS を見ていてもね、本当に発表されてから数時間はタイムラインがこのスパイダーマンで埋まるくらいかなり盛り上がっていて、いろんな意見を見れたりとか、本当に楽しかったですね。で、Facebook のホットトイズコミュニティでもいろいろと海外の方からとかも意見を集めてきたので、それらも含めてこのフィギュアの気になるポイントなど詳しく紹介していきます。まず大前提なんですけど、このスパイダーマンについてはノーウェイ本版となります。アンドリュー版のアメージングスパイダーマンについては権利の影響か、ノーウェイ本版ではなかったんですけど、今作はしっかりノーウェイ本版ということで、素顔ヘッドはもちろんマスクヘッドやスーツ付属品も新規造形のものにアップデートされていたりとか、ノーウェイ本版ならではの付属品が付属しています。そして正式な名前はフレンドリーネイバーフッドスパイダーマンというそうで、日本語だと直訳すると親愛なる隣人という意味で、スパイダーマンおなじみのあだ名が頭についているようですね。そして発売は通常版とデラックス版の2パターンでの発売となるんですけど、デラックス版にはスペシャルエディションのボーナスアクセサリーとしてドッグオークのアームが1本付属するようです。まだ予約開始されていないので決めつけることはできないんですけど、これまでの商品展開を見ていても国内でボーナスアクセサリーが付くのはおそらくトイサピエンスのみになるかなと思うので、アーム付きが欲しいというような方はね、トイサピエンスで買う必要があるかなと思ってます。それでも特にいらないというような方はスタチトイズだったり、いつも使っているようなネットショップで買えばいいのかなと思います。はい、それではフィギュアについてね、ここから詳しく見ていきましょう。まずは素顔ヘッドからですね。個人的にはこの素顔ヘッドかなりリアルな表情だと思いましたし、クオリティも満足できるものになっているかなと思いました。ノーウェイ本版ということで、顔の輪郭が昔よりも細くなっていたりとか、前髪を上げている感じ、造形がねかなりリアルに仕上がってるんじゃないかなと思いますね。で、全身が写ってるこの写真を見ても顔と体のバランスもいいと思いますし、本当にね全体的に見ても素晴らしいなと思いました。で、首についてはアメージングスパイダーマンのフィギュア同様、首の付け根のところから交換できるような仕組みになっているので、素顔ヘッドで飾る場合は首が半分露出するというような仕様になっています。これについては僕はねちょっと思うところがあって、素顔ヘッドで飾る分にはいいんですけど、マスク姿で飾る場合はねちょっと微妙なのかなと感じてますね。素顔ヘッドも実際の写真を見れていないのでわからないんですけど、例えばこの写真ですね、サンディエゴコミコンでの展示を見るとマスク姿の首の部分に明らかに隙間があったり浮いているのが分かります。これがね個人的にはすごい不自然で違和感があるんですよね。これについてはディスプレイしている人が悪いとも思ったんですけど、実物を見た時にもしこれが普通に近い見た目になるのであれば到底ねちょっと納得できないかなというか、見た目的にもあまり良くないかなと感じてしまいました。Facebook の方で海外ホットトイズファンのコミュニティでもねちょっと意見聞いてみたんですけど、トムホのアップグレードスーツのようにシームレスなスーツが好きといった意見だった
ったり、発売までにはね、構造が変わって首が露出しない仕様に変わるかもしれないといった意見もあったので、割とね僕と同じようにこの隙間を気にする人は多いんだなというような印象も受けました。露出しないタイプも違和感はもちろんあるんですけど、僕的にはマスクをかぶった状態で飾るのがデフォルトになると思うので、それぞれ一長一短でなかなかちょうどいい解決策はないかなというような感じなんですけど、スパイダーマンのスーツでかっこいいポイントとして僕が思うのは、スーツの造形がシームレスになっているというような点がね、かっこいいポイントかなとも思っているので、そういった点で言えばトム・ホバンのアップグレードスーツのホトトイズとかは、マスク姿であれば割と完璧に近い見た目だったので、好みはね分かれるとは思うんですけど、そこは正直今作のようにしなくてもいいかなと個人的には感じてます。解決案として首の部分を半分で分裂させるといった意見も見たんですけど、完全に解決するのであれば2体別々にしてマスクタイプのものと素顔タイプのものそれぞれに特化した作りにしないといけないので、この 2in1 の形で解決するということは本当に難しい問題なんだなと思いますね。そしてマスクをかぶっているヘッドについては過去作と比較してもかなり自然な見た目にアップデートされてます。頭の形はもちろんなんですけど、鼻とか全体的に良くなっている印象ですね。頭頂部の縫い目だけは相変わらずあるようなので、できるだけ目立たないように仕上げてほしいポイントです。で、このトビー版スパイディの特徴として、スーツ全体のウェブパターンが広めのデザインで、色は赤と紺色のデザインっていうのはやはりかっこいいなと思いますね。このように3体が並んだ写真を見ても、スーツの特徴それぞれはっきり違いがありますし、ちょっとマッシブな体型がこのトビー版スパイディについては特徴でもあるので、それぞれで同じ素体を使用していなくてちゃんと特徴を捉えて再現しているという点はね、さすがホトトイズだなと思いました。で、可動域も今回比較的広いと思うので、スパイダーマンらしいポージング楽しむことはできるのかなと思います。ただアメージングスパイダーマンもそうだったんですけど、つま先の可動ポイントは今回のフィギュアでもないようですね。必須というわけではないんですけど、あるとないでは細かいポージング取るときにかなり差が出ると思うので、できればここもアップデートしてほしいポイントの一つです。そしてその他の付属品としては、ハンドパーツ、脱いだ状態のマスク、ウェブ、サンドマンを治療するためのアンプルが通常版デラックス版それぞれに共通で付属します。通常版の台座としては赤い面にスパイダーマンのロゴが描かれているかなりシンプルなものになっているんですけど、デラックス版だけの付属品としては、サンドマンのジオラマ台座が付属していて、さらにボーナスアクセサリーとしてドッグオークのアームが1本付属します。まずはハンドパーツかなり豊富で、例のミームを再現するようなハンドパーツもしっかり付属していたりとか、本当にプレイバリューは豊富そうで楽しめそうな内容になっていると思いました。それでは続いてサンドマンのジオラマ台座について詳しく見ていきましょう。なんとなく予想はしていたんですけど、やっぱりね台座として登場しましたね。過去作にもサンドマンの台座は付属していたものあったんですけど、その時よりも大きくて、さらに凝った造形になっているのが今回台座の特徴です。台座自体は大きな顔と片腕、大きな手が造形されているんですけど、雰囲気的にはナイトモンキーに付属していたモルテルマンの台座に近いような雰囲気だなと思いましたね。で、この写真を見るとスパイダーマンとの相性がとてもいいことが分かりますね。左半分は大きな手がスパイダーマンを掴もうとしていて、右半分は蹴った衝撃で顔が崩れて崩壊する様子をね見事に再現していると思います。そして、最後の戦闘シーンの舞台を再現するような鉄骨もね巻き込まれたような造形になっていて、本当に魅力が詰まった台座になってるかなと思いますね。リザードについてはプレミアトイズから6分の1スケールのフィギュアが出るので、そちらの方を購入したんですけど、サンドマンについては、あるにはあるんですけど魅力的には感じなかったので、揃えるのであればこちらのジオラマ台座をコレクションの一部にしようと思ってます。で、ボーナスアクセサリーのドッグオークの腕に関しては個人的にはあってもなくてもどっちでもよくて、絶対に欲しいとは思ってないですね。ドッグオークについてはすでにデラックス版のフィギュア予約済みというのも理由の一つになってます。続いて発売時期と価格についてなんですけど、国内ではまだどのサイトでも予約開始されていなかったので、詳細については次回以降の動画の中で紹介していきます。情報のアップデートされ次第コメント欄に価格など記載しておくのと、あと概要欄に予約リンクも記載しておくので、そちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。ただ現在海外サイトにはなるんですけど、コミックサンクトラムの方では通常版デラックス版ともに予約開始されていたので、そちらをね今回参考に紹介していきます。通常版の価格はアメリカドルで約255ドル、デラックス版では約390ドル、さらにボーナスアクセサリー付きでは405ドルということで、それぞれ日本円に直すと、だいたい通常版で約3万4000円、デラックス版では約5万2000円、ボーナスアクセサリー付きでは約5万4000円となっていました。なのでアメスパとほぼ同じくらいなので、日本のトイサピエンスであれば通常版の予約価格で4万2000円、デラックス版では6万1000円くらいになるのかなというような感じですね。そしてすだちトイズであれば通常版が約3万7000円、デラックス版では約5万5000円くらいになるのかなと思います。発売時期については2023年の年末から2024年の初頭となっているので、
国内でも同じ頃の発売になるのではないでしょうか。そして買う買わないについては、このフィギュアはアメイジングスパイダーマン同様買う以外の選択肢はないですね。アメイジングスパイダーマンの動画でも言ったように、スパイダーマンのホットトイズシリーズに関して言えば、ノーウェイホームシリーズが揃えば引退でもいいかなと思っているので、発売はかなり先にはなるんですけど、しっかり予約して手に入れようと思ってます。それにこのトビー版についてはノーウェイホーム版なので、全体的にちゃんとアップデートされてますし、サンドマンの台座も魅力的なのでデラックス版を買いたいなというふうに思ってますね。ただ値段的には物価高だったり円安もあってかなり値上げを実感しているので、僕は今回もコミックサンクトラムもしくはすだちトイズで購入しようと思ってます。皆さんも特にねトイサピエンスで買うとかそういったこだわりがない場合はね、他のサイト検討してみてはいかがでしょうか。ということで今日はホットトイズのサマーショーケースフェーズ2で発表された新作ホットトイズノーウェイ本版のトビー・マグワイア版スパイダーマンとサンドマンのジオラマ台座についてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。動画の前半でも話した通り首の構造だけはどうしても気になるんですけど、それ以外については特に文句なしと言っても過言ではないと思ってます。最終的に首を露出するような仕様になっていたとしても、できればもう少し自然な見た目に仕上げてほしいかなと思いますね。そしてジオラマ台座の方も過去作と比較してもかなり魅力的なものになっていますし、ファンとしては待ち望んだホットトイズだと思うので、ぜひ気になる方は予約してみてはいかがでしょうか。まだ全てのサイトで予約開始されているわけではないんですけど、概要欄の方に各種サイトの予約リンクも掲載しているので、気になっている方はぜひそちらからさらなる詳細のチェックや予約してみてはいかがでしょうか。そしてこの動画参考になったりいいなというふうに思った方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。